巨大な数を議論するとき、出てくる数字を禁じするということがよくあります。これらの禁じによって失われる数の大きさはどのくらいのものか、具体的に例を挙げて考えてみます。これは4の指数が4段積み重なったものです。このような指数タワーは、一番上から計算していくのがルールであり、例えば3の3段指数タワーを計算すると、だいたい7兆程度の大きさとなります。4の4段指数タワーはいかなる計算機を用いても10進数表記では表せない大きさとなります。なぜならこの数の桁数は 8×10 の153乗より大きく、観測可能な宇宙に存在する素粒子の推定個数よりもはるかに多いからです。つまり、素粒子一つ一つを数とみなしても、4の4段指数タワーを10進数では表し尽くせないということです。このような上記を逸した大きさを持つ、この指数タワーの一番上をほんの少し、例えば10のマイナス100乗程度変動させてみましょう。この変動は些細なものなので、大抵の場合は禁じによって消されてしまいますが、この禁じによって全体としてはどのくらいの大きさが失われるのか考えてみます。今、この些細な変化量をイプシロンとします。変化量の推定には、このような不等式を用います。この不等式を一番上の段に適用すると、このようになります。さらに、再び不等式を使える形に変形して、適用するとこうなります。指数法則を用いて見やすい形へ変形していきます。最終的にこのような不等式が得られました。驚くべきことに、指数タワーのてっぺんをほんの少し、10のマイナス100乗程度変動させただけで、元の数よりもはるかに大きくなってしまいました。最初に挙げた数直線のイメージはデタラメもいいところで、正しく描こうとすると、仮に元の数を水素原子の直径とした場合、この変化分は宇宙の素粒子すべてを宇宙に置き換えて、それらすべての宇宙に存在する素粒子をまた宇宙に置き換えて、それらすべての宇宙に存在する素粒子をまた宇宙に置き換えて、という操作を1秒に1億回行い、150億年経った後に得られる宇宙たちを横一列に並べても足りない長さです。巨大数の分野では、禁じのたびにいくつものマルチバースが消滅していることが分かりました。でも、こんな動画が作れるのも、宇宙が存在するおかげなので、宇宙に対する敬意は巨大数を扱う時も忘れないようにしましょう。ご視聴ありがとうございました。